2002年1月1日、世界的指揮者、小澤征爾さんはウィーンフィルハーモニー管弦楽団のニューイヤーコンサートのステージに立ちました。60年の歴史を持ち、約60カ国でテレビ放映されるこの世界的な伝統行事での演奏を、日本人として初めて指揮したのです。約30年にわたり米国屈指の名門オーケストラ、ボストン交響楽団の音楽監督を務め、その年の秋にはオペラ界の最高峰、ウィーン国立歌劇場の音楽監督に就任する予定でした。さらに、世界最高のオーケストラである、ベルリンフィルハーモニー管弦楽団とウィーンフィルハーモニー管弦楽団の定期演奏会に定期的に出演する数少ない指揮者でもあったのです。これらはすべて西洋文化であるクラシック音楽の分野で日本人が達成するにはあまりに偉大な業績です。もちろん、小澤さんを除けば日本人の指揮者でこれらを成し遂げた人はいません。この動画ではそんな小澤さんの業績をたどり、どのようにして日本人が世界との垣根を取り払っていくのかという大きな課題について考えていきたいと思います。皆さんは音楽とは何かと問われたらどのようにお答えになるでしょうか。ここで扱う音楽とは日本人の言うクラシック音楽のことになります。ではクラシック音楽とは何か。それは世界中の人が言う音楽そのものなのです。音を楽しむという行為は人類が集団生活をするようになってからすぐに現れたとされていますが、それにメロディ、リズム、ハーモニー、そして様々な様式を付け加えた西洋で生まれた音の世界、例えばバッハ、ヴィヴァルディなどの宮廷音楽を日本人はクラシック音楽の芽生えと捉えています。音楽に規制はもちろんありませんが、ジャズもロックもグランジもあくまで後発的なものであるという前提でお話をさせていただきます。戦後の混乱期、まだ幼かった小澤さんはその本物の音楽に魅了されたのです。小澤さんは1935年9月1日、満州奉天、現在の中華人民共和国瀋陽市に生まれました。山梨の貧しい農家の出身で、苦労の末に歯科医となった父、開作さんは23歳で満州に渡り、長春で歯科医院を開業しました。そこで、小澤さんの母、若松さくらと結婚したのです。しかし、開作さんはアジア諸民族の統一思想に基づく政治活動に参加するようになり、政治団体、満州国共和会の創立メンバーとして奉天に移り住みます。そこで生まれた三男を、陸軍大将、板垣清志郎の、生徒、関東軍参謀、石原幹二の、汝にちなんで、征爾と名付けます。そして小澤さんは6歳までを満州で過ごしたのです。大陸で生まれ育ち、さらに父親のダイナミズムを受け継いだことが、小澤さんの日本人離れした成功の源になっているのでしょうか。しかし小澤さんは、いわゆる音楽エリートの一家に生まれたわけではありませんでした。音楽との出会いは、5歳のクリスマスに母親が買ってくれたアコーディオンで、10歳でピアノを始めたといいます。一家は1941年に帰国し、立川に家を移しました。当時、家にはもちろんピアノはなく、後に親戚からピアノを譲り受けた兄たちは、横浜から立川まで3日間、荷車でピアノを運んだといいます。ピアニストになる夢はありましたが、そのスタートが非常に遅かった、ということを自覚していました。そんな1949年12月、日比谷公会堂で開かれた日本交響楽団、現 NHK 交響楽団の演奏会で、ロシア出身のピアニスト、レオニード・クロイツァーのピアノを弾きながら指揮をする演奏を聞いて、初めて指揮に強い魅力を感じたのです。その後、母さくらの遠い親戚に音楽指導者でチェリストの斉藤秀夫さんがいることを知り、弟子入りを志願したのです。小澤さん中学3年の時でした。人生は偶然の出会いです。小澤さんの軌跡をたどると、そのことを痛感させられます。斉藤秀夫さんは、東邦学園大学で多くの著名な指揮者や弦楽器奏者を育てた高名な人物です。彼は小澤さんの生涯の師となっていきます。もう一人、斉藤さんの指揮のレッスンで出会ったのが山本直純さんです。山本さんは後に、大きいことはいいことだという宣伝文句で有名になった指揮者で、映画、男はつらいよのテーマ曲を作曲した作曲家でもあります。小澤さんは、まず兄の山本さんから指揮を学び、
1952年に斉藤さんが創設した東邦女子高等学校音楽科に入学し、1955年、東邦学園大学短期大学部に進学します。そして山本さんは小沢さんを励ましました。音楽のピラミッドがあるのなら、私はその底辺を広げる努力をするから、君はヨーロッパに行って頂点を目指せ。と、やがて小沢さんは、音楽に携わるのなら、海外に留学すべきだ、と強く思うようになるのです。そして、これは後に、現実となりました。打足ですが、管理人は、仕事の関係で生前の山本直純さんとお会いすることが幾度かありました。大変豪快な人物で、要点を捉える力に富み、先ほどの発言も、まさに山本さんならでは、と腑に落ちる次第です。1959年2月、23歳の小沢さんは持ち前の行動力を発揮し、貨物船にスクーターを乗せ、単身フランスに渡り、同年のブザンソン国際指揮者コンクールに出場しました。締め切りは過ぎていましたが、友人の紹介でアメリカ大使館の職員を通じてコンクールに参加することができ、見事優勝しました。これが飛躍の第一歩となったのです。まず、1960年に審査員であった巨匠、シャルル・ミュン氏の推薦で、ボストン交響楽団が毎年夏にアメリカのマサチューセッツ州で主催するタンブルウッド音楽祭に参加し、1961年にはレナード・バーンスタイン率いるニューヨークフィルハーモニックの副指揮者に任命されました。また、ヘルベルト・フォン・カラヤンの弟子を選ぶコンクールでも合格。ここで小沢さんは、カラヤンとバーンスタインという20世紀後半の指揮界を代表する2人に師事する機会を得たのです。このような経験を持つ指揮者は、おそらく世界で小沢さんだけだと思います。まずは行動したことが全てを引き寄せたのです。誤解を恐れずに言ってしまえば、小沢さんは天才ではなく努力の人です。働いて、働いて、また働くが彼の生き方です。小沢さんを知る人は、小沢さんほど人柄が良く、深い愛情と忠誠心を持った人はいない。と言います。この人柄と彼の日々の努力とが相まって、良い出会いがあったに違いないと思われます。しかし、母国日本では、全てがうまくいったわけではありませんでした。1962年、小沢さんが契約していた NHK 交響楽団が彼をボイコットしたのです。いわゆる N 響事件です。小沢さんは同年6月から半年間の指揮者契約を結んでいましたが、27歳の小沢さんは生意気で態度が悪いと楽団員から感情的な反発を受けました。今では考えられないことです。このことは当時の社会問題にまで発展し、翌年には浅利慶太、石原慎太郎、井上康、大江健三郎、園綾子、竹光徹、谷川俊太郎、段生馬、中島健三、黛俊夫、三島由紀夫など驚きの顔ぶれで小沢誠二の音楽を聴く会が発足したのです。これも小沢さんの引力によるものだと思います。いかに小沢さんが世の中から欲されていたかがわかります。しかし事件後、小沢さんは日本に見切りをつけ、もっぱら世界に目を向け始めました。ですからこの N 響事件は今となっては世界の小沢誕生のきっかけとなった出来事と言えるのです。1972年になると、小沢さんが首席指揮者を務めていた日本フィルハーモニー交響楽団が富士山系グループからの支援を打ち切られるという事件が起こります。小沢さんはアメリカから急遽帰国し、なんと天皇陛下に直訴するなど、なんとかオーケストラを存続させようと奔走したといいます。同じ年、日本芸術院賞を受賞しましたが、その授賞式で小沢さんは、私一人の受賞ですが、今一緒にやっているオーケストラは厳しい状況です。と思わず言ってしまったといいます。結局、当時の日本フィルハーモニー交響楽団財団は解散し、小沢さんは山本直純さんと共に新日本フィルハーモニー交響楽団を設立しました。その後、小沢さんは長期にわたって新日本フィルハーモニー交響楽団のみを日本で指揮し、山本さんが同楽団を起用したテレビ番組オーケストラがやってきたに繰り返し出演しました。小沢さんの世界における快進撃は NHK 交響楽団事件の翌年、1963年にシカゴ交響楽団が指揮するラビニア音楽祭に急遽代役として出演し、成功を収めたことから始まりました。1964年、同音楽祭の音楽監督に就任。1968年まで
1965年トロント交響楽団の音楽監督に就任。1969年まで。1966年ザルツブルク音楽祭とウィーンフィル、ベルリンフィルの定期演奏会にデビュー。1970年にタンブルウッド音楽祭の芸術監督。2002年までサンフランシスコ交響楽団の音楽監督。1976年までに就任。1973年にはボストン交響楽団の音楽監督に就任し、2002年まで約30年間、アメリカでは異例の長期在任となったのです。1979年にはパリオペラ座、1980年にミラノスカラ座、1988年にウィーン国立歌劇場と世界の一流歌劇場にデビューし、2002年にはウィーン国立歌劇場の音楽監督に就任しました。2010年まで膨大なディスクも録音し、中でも冒頭でお話ししたニューイヤーコンサート2002のライブ CD は日本で80万枚、世界で約100万枚というクラシック界では空前絶後のセールスを記録したのです。そして1994年、小沢さんの名を冠したセイジ小沢ホールがタンブルウッドに建設されたのです。日本での活動も活発化します。1987年、斉藤秀夫門下生を中心とする斉藤記念オーケストラの活動を開始。1990年に水戸室内管弦楽団の芸術顧問に就任。1992年には多くの人々に愛され親しまれている音楽祭、斉藤記念フェスティバル松本の総監督に就任し、この音楽祭は2015年からセイジ小沢松本フェスティバル OMF として新たなステージに踏み出しました。1998年には長野冬季オリンピックの開会式で世界5大陸を結ぶベートーベン大工を指揮。2000年には若手音楽家の育成を目的とした小沢誠二音楽塾を立ち上げるなど、90年代後半から2000年にかけて精力的に活動しました。指揮者は自分では一切音を出さない不思議な音楽家です。本物の音を出すのはそれぞれに個性を持った100人のプロの音楽家たちです。彼らに意図を伝え、才能を発揮してもらい、一つの音楽を作り上げるには技術や知識だけでなく人間的な魅力やカリスマ性も必要なのです。指揮法を体系化した斉藤秀夫さんはタクトのテクニックも優れていました。しかし小沢さんの本当の凄さはその指揮法に加えて小沢さん自身の人柄と努力と経験の積み重ねによる人間力にあるのです。2015年、新日本フィルハーモニー交響楽団の創設期に活躍したティンパニ奏者の山口浩一さんが亡くなる直前、小沢さんが見舞いに行きました。山口さんは意識がほとんどなく、周囲の人が分かったら手を握ってと言ってもほとんど反応しなかったそうです。しかし小沢さんが声をかけると山口さんはすぐに目を開け言葉まで発したといいます。2人の人間としての結びつきの強さがわかるエピソードです。そして小沢さんのカリスマ性を示す出来事です。時は少し戻って1995年1月23日、小沢さんと NHK 交響楽団はサントリーホールで32年ぶりの共演を果たしました。このコンサートは日本オーケストラ連盟が主催した身体に障害があるために演奏できないオーケストラメンバーのためのチャリティーコンサートで、ムスティスラフ・ロストロポービチがソリストとして登場し、 J.S. バッハ都庁のアリア、阪神・淡路大震災の犠牲者を追悼してバルトーク管弦楽のための協奏曲、ドボルザークチェロ協奏曲などの曲を演奏しました。小沢さんがこのコンサートを引き受けたのは N 響事件を知っていたかつてのオーケストラメンバーの何人かが引退したり亡くなったりしたからだと述べています。2022年11月23日には斉藤記念オーケストラを4年ぶりに指揮しました。ライブ配信で国際宇宙ステーションで任務にあたる若田光一さんに演奏を届けました。この秋、小沢さんは88歳になったばかりです。松本市では OMF セイジ小沢松本フェスティバルが開催され、2023年9月2日夜のオーケストラコンサート B プログラムでは映画音楽の巨匠ジョン・ウィリアムズさんが斉藤記念オーケストラを指揮し、 E.T. ハリー・ポッター、スター・ウォーズなど自身の曲を披露しました。総監督の小沢誠二さんが舞台に登場し演奏を称えると、2人は固く握手を交わしました。小沢さんはずっと
SKO を体感してもらいたかった。夢が叶った。とコメントしました。ウィリアムズさんは、親愛なる友人である小沢誠二との再会は私にとって生涯の名誉などとコメントしました。小沢さんの生き様をこの動画程度の短い尺の中で説明するにはあまりにも足りません。それはこのチャンネルに登場するさまざまな日本人の皆様に共通して言えることです。小沢さんの置かれた状況は小沢さんにしか理解することは不可能です。ただ小沢さんの生き方を外観し、またその音楽に触れることによって日本人として人間として大切なものを小沢さんから学ぶことが可能となってくると思います。小沢さんがタクトを振った映像や音源は数多くあります。芸術の秋、同じ大工でもタクトの力がどのように音楽に影響するのか聞き比べてみるのも面白いかもしれません。これでこのお話は終わりです。この動画がなかなか良いと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご覧いただきありがとうございました。